はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、よいしょ、ハイアットハウス金沢さんをご紹介したいと思います。では早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますので、ご覧ください。
はい、ではお部屋ご紹介したいと思います。もう入るとね、お部屋全体の雰囲気はすぐにね伝わるかなと思いますが、まずお部屋の場所ですね。はい、こんな感じでエレベーター降りて、こんな感じで、ね、ちょっとすぐに左に曲がって、なんかここをね通れる構造って意外と珍しいなっていう感じですが、はい、行ってみたいと思います。まず入るとすぐ右にお手洗いありますので、お手洗いチェック。あ、こっちじゃなかった、こっちか。はい、こんな感じで、清潔感っていいかなと思います。こちらで手洗うこともできます。これは開くタイプではないですね。はい、こんな感じになってます。いいですかね。はい。で、どういう順番でいこうかな。もうこれはね、先に右手にバスルームあるんで、先行こうと思います。まず洗面台は1機のタイプで、私完全に映っちゃってますが、こんな感じにしようかな。はい、こんな感じになってます。で、アメニティは、動かないか。この下にあるかな。ドライヤーとかあるので、ちょっとドライヤー出してみましょうか。ドライヤー出す間、よいしょ、ちょっとこう立てておいて、ちょっとドライヤー出しますね。ドライヤーは、なんか、でもな、セントリックとはまた違うんで、ハイアットハウスがどうなってるかね、ちょっとわかんないですけど、何かな。はい、いきます。よいしょ。はい、ドライヤーはこんな感じで、パナソニックのナノイーのモデルになってます。はい、でその他、ここの下には何があるかな。タオルかな。タオル全般っていう感じです。はい、あとはこれは何ですかね。足つぼマッサージ。はい、ここに引くシートかな。わかんないです。はい、こんな形になってますね。これ歯ブラシとかはどうなってるのかな。下からいただいてくる感じかな。まだついてすぐ取ってるので、はい、分かったらまた話すところでねお伝えしようと思います。で、お風呂はこんな形で、シンプルでね清潔感ある作りかなと思います。はい、比較的ね新しいホテルなので、古さもね全くなくいいかなと思います。バスアメニティはこんな感じでボディウォッシュコンディショナーシャンプーになりますかな。はい、では意外とあれかな、シャワーの水圧とかねお話できるといいのかもしれないですね。結構大事ですよね。で、クローゼットはこんな感じでオープンなものになってます。金庫あり、ここは何かな。なんかバスローブがあるのかとかちょっとわかんないですけど、スリッパあります。はい、ランドリーサービスのものあります。はい、こんな感じです。パジャマとかはないのかな。はい。で、今日のお部屋はこんな形で、ハイアットハウスさんがね、割とレジデンスタイプの作りかなと思いますので、こんな感じでキッチンがねあったりします。こちらにはこれは何かな、オーブンレンジみたいな感じですか。はい、あります。で、冷蔵庫ちょっと中見てみましょうか。入ってるのかな。冷蔵庫は空です。ということは冷凍庫にだけアイスが入ってるとかないですもんね。はい、こんな感じで、ミニバースペースはこんな形でボトル缶のお水と、ケトル、コーヒーもこれはもうね、ネスプレッソタイプじゃないって感じですけど、はい、こんな感じ。コーヒーとかも下からセルフかな。そうでもなかった。こちらにオリジナルコーヒーあります。グッモーニング書いてありますね。こんな感じでコーヒーの入れ方も書いてあります。これはこれで本格的。はい。で、ちょっとね、キッチンがあるだけあって、カトラリー系もありますね。はい。あと、紅茶は、こんな感じ。これは何？アールグレーと、よいしょ。ダージリンかながあります。はい。こんな形。なんか、2人でね、予約してるんで、2人予約なので、これ2つあってもいいのかなって気がしますけど、これはどうだろう。なんか、2人で予約してるなら、2つ置いといてほしいっていう感じがしますよね。1個ずつかな。頼めばね、持ってきていただけるのかもしれないですけど。はい。で、キッチンはこんな形で IH のものあり。流しもありって感じですかね。で、下は、こんな感じで、鍋とかフライパンとか、まな板とか入っております。はい。包丁とかも、包丁ね。
この状態安全。私包丁結構怖い子なので、こういうのいいですね。これいいな、ナイスさ。はい。で、今、ワインオープナーとかもあったかな。はい、こういうのね、あると意外と助かったりしますよね。私はそんなにワインを飲まないんで。で、食洗機ですね。で、こちらは、ゴミ箱か。はい、ゴミ箱あります。はい、そんな感じです。上なんかお皿とか入ってるのかな。入ってる。はかりとか、ボールとか。こちらに食器系かな。はい、入っております。いいかな。はい、こんな感じになってます。で、お部屋は、今日は、よいしょ、こんな形で、ツインのベッドのお部屋です。で、こちらにソファーのスペースもあるので、結構なんか贅沢な作りです。清潔感もあって、なんだろう、ラグジュアリーっていうよりは、なんていうのかな、ライフスタイル系の一番いい状態みたいな感じですかね。なんか語彙がない、ひどいはい、こんな感じになっております。で、コンセントとかいきましょうか。コンセントはまずここ、通常のコンセントと USB あります。タイプ C ではねないですけどあります。意外とね、このパソコンとか置くであろうデスクの周辺からコンセントが遠かったりなかったりってするケースあるんですけど、ここはね結構私は大事なので、この配置はいいですよね。2人で作業するのにでも真ん中にあってくれるとコードとか楽かなと思いますので、はい、いいと思います。もしくはね、パソコンとかって左側にコンセントがついてたりってなった時にこっち側が良かったり、右差したい時はあっち側でとかもできるので、あっちとかこっちとか代名詞ばっかで話すとね、語彙力なく見えるというかないんですけど、ひどいな。はい。いいです。はいね、こんな形になってます。これはなんだ？ちょっといろいろ入れたくなっちゃう。いやー、ちょっと向かい側に置いてもう一人増やできるって感じですかね。はい。で、ベッドサイドのコンセントもいきましょうか。こちらが、通常のものと USB 端子あります。はい。いいですよね。はい。で、ベッドもこんな感じで、ベッドについてあんまねコメントしたことないですけど、ハイアットグループのね、ベッドの硬さは私は結構好きだったりするんですけど、はい、柔らかいのが幸せな時もあるし、柔らかすぎるよりちょっと硬めぐらいが良かったりもするしって感じですかね。はい、でこちらも通常のコンセントと USB の端子あります。このね時計にも USB 端子がついてたりしますけど、はい、でこちらからお部屋全体を見るとこんな形。結構こうやって見ると平米数ありそうな気がしますよね。40平米ぐらい、ちょっと私が見てきてないのであんまり私の見た感40から45の間くらいかなっていう平米数です。ちょっとまたデータね、部屋入った時に出てると思いますが、当たってたらいいな。はい、で、ここなんだろう。これは何台？ここにもう一個クローゼットありました。これ結構嬉しいかも。入り口が、でもな、入り口の方がオープンな方がいいのかな。長期滞在するとかっていう方は、ここにちょっとね、いろいろ収納してもいいのかもしれないですね。アイロンとかアイロン台はこちらにありましたね。はい。で、お部屋からの帳簿ですが、今回は、これどっち向き向いてるのかな。反対側だと金沢駅が見えると思うので、今回はねちょっと、ビューを期待する感じではないのかなって気がしますが、横の建物はハイアットセントリックです。はい、こんな形ですね。ちょっとね両方泊まってみましたけど、そのあたりの感想も後から話そうかなと思います。はい、でこちらのホテルは、フリードリンクスペースみたいのがあるのと、朝食もね今日と言いますか明日いただくので、そのあたりのお話したいと思いますので、もう少しだけお付き合いいただければと思います。では、お部屋紹介になります。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらキーケースとキーはこの木のタイプになります。ハイアットハウス金沢さんをご紹介したいと思います。まず立地からですね。立地は金沢駅の西口の目の前にあります。で、ハイアットハウスさんのすぐ横にハイアットセントリックさんが
立っております。で、コンセプトですかね。ホテルのコンセプトは、まずハイアットセントリックなんですけど、ハイアットセントリックは、デザイン性の高い高級ホテルっていう感じですかね。なのでちょっとラグジュアリーな落ち着きがあるホテルっていうよりは、おしゃれさをね追求したようなホテルで、その中でも高級ホテル寄りかなとは思います。はい。で、ハイアットハウスさんはお部屋の動画でも伝わってるかなと思うんですけど、キッチンがあったりとかっていうことで、長期滞在向けとかレジデンスタイプっていう感じのホテルのコンセプトになってます。はい。で、私はハイアットセントリック金沢さんには一度泊まりに来たことがあるんですけど、一応 YouTube の動画も撮ってたんですけど、帰ったら GoPro のデータが破損しているということがあって、もう何年前かな、オープンしてね、割とすぐに来たんですけど、YouTube には上げてなくて、写真のデータだけはあるっていう状態なんですけど、せっかくなんでね、ハイアットセントリック金沢さんの写真もあったらここに今のタイミングで出しとこうと思いますけど、なかったら、なかったごめんなさいって出ます。はい。こんな感じですかね。はい。で、何からお話ししようかな。リッチ話しました。で、予約サイトとかを見ると駐車場がないって書いてあるんですけど、来たら下にハイアットハウス駐車場っていう駐車場がありました。ただそれほど多く止めれるわけではないので、近くのね、コインパーキングを使うっていう方もいらっしゃるかなと思いますが、料金がそれほど変わるわけではないので、そんなね、大丈夫かなと思いますので、車で来ても駐車場に困ることはおそらく、よほどね、何かイベントごとがないときはないんじゃないかなと思いますので、はい、車で来るのにも、電車で来るのにも、来やすい立地になってるかなと思います。はい。で、ホテルで食事を食べるっていう方は、ホテルで食べればいいと思うんですけど、ちょっとね、せっかく金沢に旅行に来たなら外に出ようかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、歩いて行けるとこにね、金沢駅のすぐ目の前ってことなので、いっぱい飲食店はあるので、そういうことにも立地はとてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、推しポイントいきましょうかね。まず良かったなと思うのは、お部屋までの動画でも撮ってると思うんですけど、ロビーの前のロビーラウンジっていう感じのね、スペースが11時から何時までだったかな。昼間の11時から、20時ですね。夜20時までは、宿泊者は無料でフリーフローで飲み物を飲めるので、ワインとかもありましたし、ビールもありましたし、もちろんコーヒーとかもあるので、仕事しながらとかっていうのもいいと思いますね。これはものすごくいいんじゃないかなと思います。ハイアットセントリックとハイアットハウスの価格を比べると、ボトムのお部屋の価格設定は多分ハイアットハウスの方が低いので、その中でこのサービスは結構いいんじゃないかなと思います。はい。で、そのスペースの横にある飲み物とかを買えるスペースは24時間やっているので、そこで買って、ロビーラウンジで飲むこともできるので、ただフリーフローで飲みたいっていう方は、午前11時から夜の20時までっていうことなので、そんな形でこれは結構良かったなと思いますね。私もコーヒーとか飲みに行きましたけど、仕事するのにもいいなと思いますし、こちらは一般の方にも開放されていて、ちょっと価格がね、パッとわからないんですけど、1000円とかだったような気がするんですけど、一般の方もそのスペースはフリーフローで使うことができますので、有料にはなりますけどっていう感じですね。なので、例えば金沢に来て、お友達がね、金沢にいらっしゃるとかっていう方、もしくは他のホテルに泊まってる方とお話ししたいっていう時に、ちょっとだけお金払えばその方もそのスペースを使えますので、はい。なんでそんな感じもいいかなと。1階のところには待合とかにぜひ使ってくださいっていうね、告知なんかも書いてあったので、そんな用途でも使えるおしゃれスペースでした。はい。良かったなと思います。で、あとは、同じグループなんでね、紹介していいかなと思いますので、夜はハイアットセントリックさんのバーにお酒飲みに行ってきました。はい。そんな形で、バーとかがこちらにはなかったので、こういう使い方ができるのもね、横にハイアットセントリックさんがあっていいのかなとは思いましたね。はい。で、朝食ですね。朝食はこんな感じで、ビュッフェ代とか取ったかな、軽く取ったと思いますので、見ていただいて、自分が取ったものも載せようと思いますが、シンプルなメニューかなとは思いますので、ラグジュアリーホテルのものすごいいろいろなメニューがあってというよりは、一通り取るといい量になるっていう感じでしたね。カレーも食べましたけど、ホテルのカレーってね、美味しいですよね。はい。ということで、そんな形です。で、割と、
和食のメニューがそんなに多くなかったかな。金沢なのでもうちょっと和食のメニューを増やしてもいいんじゃないかなとは思いましたけど、卵焼きと、ちょっとつくねみたいなやつくらいしかなかったので、もうちょっと和食のメニュー増やしてもいいのかなと思いますが、そういうメニューをね、朝食を豊富にしたいっていう方はハイアットセントリックさんに宿泊した方が効果かもしれませんね。はい、という感じになります。その他はお部屋の時にこれバスアメニティじゃない、洗面台付近のアメニティですかがないなって話をしてたんですけど、朝ねお部屋までの動画を撮るときにしっかりねロビーラウンジじゃないやレセプションの横にね撮るとこありましたね。来た時なんで気づかなかったんだろう、ちょっとわかんないですねということで、写真もね撮ったのでこんな感じでしたよねっていう感じで見ていただければと思います。はい、こんな感じですかね。良かったです。快適に過ごせましたし、いいホテルですし、新しいですし、綺麗ですし、フリーフローも良かったということで、結構良かったかなと思います。なんで、ハイアットセントリック宿泊するか、ハイアットハウス泊まるかって悩まれる方いらっしゃると思うんで、価格重視で、このフリーフローみたいな制度が結構欲しいっていう方は、ハイアットハウス。ラグジュアリーホテル感をしっかり感じたいっていう方は、この、バーのスペースとか、ご飯を食べるスペースとかの高級ホテル感はセントリックさんの方があるかなと思いますし、お部屋のデザインもね、ちょっと攻めているなっていう感じは、ハイアットセントリックするので、ちょっと価格がね、逆転するタイミングとか、飽き具合によってですね、同じで変わらないとかっていうタイミングも結構見てるとあるので、検討いただければと思います。で、価格なんですけど、せっかくなんで触れときましょうか、今回は。だいたい1万円台後半から2万円超えるか超えないかぐらいがボトムの部屋の価格設定っていう感じなので、東京でね、ハイアットセントリックさん泊まると思えば、どちらもいいかなと。で、価格差は2000円とか3000円くらいが多いです。セントリックさんのボトムの部屋と、ハイアットハウスさんのボトムの部屋がそれぐらいの価格差なので、好みで割と決めていいのかなっていう気はしますね。はい。なんで、ハイアットセントリックにこの価格、ハイアットハウスにこの価格で泊まれると思うと、東京の価格を見てると、もはや安く感じますよね。はい。なんで、コストのね、感覚は人それぞれなので、どう感じるかはね、人それぞれかなと思いますけど、いいホテルじゃないかなとシンプルに思いますね。はい。ということで、今日はハイアットハウス金沢に宿泊してみました。金沢ね、観光地も多いですし、食べ物もね、海鮮系は美味しい街なので、いいところだと思うんでね、来たい方とか、たまに来るっていう方も多いと思うので、検討の一つにはなるかなと思いまして、撮ってみました。はい。ということで今日はこんな感じで終わると思います。今日もありがとうございました。失礼します。